こんにちは。ちょっと久しぶりの動画になってしまったんですが、2026年第1本目の動画は、年末年始に購入した最近のお気に入りたちをまた五感をテーマにしてご紹介していきたいと思います。で、まずはじめがちょっと無印の副缶を開けるところから始めたいと思います。じゃん。今年も当たっちゃいました。日本各地で昔から親しまれている手作りの縁起物が1点入っています。何が入っているかはお楽しみ。2026円分使える無地ギフトカードが入っていますということで、私の副缶コレクション、どんな順番だったかな。まず初めがこの子だったかな。この独特な顔をしたカラフルな鈴みたいになってるタイプのものでしょ。で、こっちが去年だったかな。ちょっと前後してるかもしれないんですけど、こちらもめちゃくちゃ可愛いあんこのカラフルな、これも鈴のシリーズです。今のところこの2つで、特に干支のものが入っていたことはない。あれ、これって辰年のやつなのかな。これってどうだったかなちょっと忘れちゃったんですけど、そう、家に1個ずつこう棚にね飾ってるんですけど、カラフルで可愛いんですけど、今年は馬年ですよね。何が入ってるんだろう。開けていきます。今回は福袋とかも一切買ってないから、このドキドキするこの感覚を味わえるのすごく嬉しい。まだ見えない。箱に入ってるみたい。こんな感じになってます。また鈴みたいな音がする。鈴系ばかりでしたっけ、こういうのって。あれ、鈴率が高い。でもそうですよね。このちょっと入ってるものの一覧があるけど、鈴じゃないものももちろんありますよね。一番奥に無地ギフトカードが入ってる。はい。ってことで、じゃあ開けていこう。もうこれ絶対鈴。いきます。まだ見えない。紙に包まれてる。なんか同じぐらいの大きさの感じだ、今までのと。なんか赤い。赤に青。かわいい。馬だ。今回馬ですね。かわいい。すっごいビビッドな赤にブルーのたてがみのお馬さん。かわいい。かわいい。座ってる。そして前足も後ろ足も折って座ってます。かわいい。そして鈴になってる。いい感じ。サイズ感的にかわいい。サントリオになりましたかわいい。さあ、これは何でしょうか。いろいろあるんですね。だるまとかもあるしね、カエルとかもあるし、でも馬も結構あったり、こけしがあったり。いた。京都府京都市の郷土霊置き張りやす。
郷土霊は京言葉から生まれた縁起物です。生まれたての赤ちゃん馬が自立する姿には前向きなエネルギーと成長の象徴が込められています。元気な馬は安産祈願にも通じ、見るだけで元気が湧いてきます。京言葉、おきばりやす。本来の意味は頑張ってねっていう意味みたい。へー。そっか、生まれたての赤ちゃんのお馬さんなんだ。それが立ち上がる様子ってこと？すごく今の私にぴったり。今年はブランドもおそらく誕生するということで、こんな状態かも。頑張って立ち上がろうとする感じ。すごくなんか運命感じる。しかも京都のものだし。へー。だってこれいくつあるんだろう。5、4、20、40種類あるうちの一つですもんね、京都って。そんなこともないのかな。東京だと3つぐらいある。京都もいくつかあるのかな。2個ある。京都20分の1か。へえ。こんな感じで一覧。こっちとこっち。結構赤色多いんですね。私のお馬さんこれ。めちゃくちゃ嬉しいです。なんかすごく可愛らしいし。ちょっと今日はここに置いて見守ってもらおうかな。いいですね。いやー、なんか服が着そうです。ということで、まず無印つながりでちょっと味覚部門からいこうかと思うんですけど、この副刊を受け取った時に買ってきたもの、以前もご紹介してます、このラジママサラのカレー、こちらをまとめて3つ購入してきて、昨日もう食べました。以前も紹介してるんですけど、肉、乳、卵不使用、赤いんげん豆にトマトの旨味を生かしたソースを合わせました。炒め玉ねぎのコクで味に深みを出した北インドのベジカレーがお手本ですっていうカレーなんですけど、これすごく好き。やっぱり、腸活にいいっていうことで前もご紹介したかと思うんですけど、なんか重たくないし、味も癖がないし、くどくないし、でこの赤いんげん豆がとにかくたくさん入っているんですよね。このなんか大きめにゴロゴロしている、この一見お肉かのように見えるこのゴロゴロたちが全部お豆なんですよ。赤いんげん豆、すごく大きめのお豆で、だからといってというか、このお豆の臭みみたいなものは一切なくて、食感がすごく楽しくなる。たくさんこのお豆が入ってるから、お野菜しか入ってないのに深みがすごくあって、あんまり上の方に油が入ってないっていうのもあって、すごく食べた後重たさがない。私はこのカレーとご飯とそこに納豆をかけて温泉卵を乗せてタンパク質もりもりで食べてるんですけど、すごくいい、美味しいし健康にもいいし、これも常にねストックしておきたいカレーになりました。初めて。なんかお味噌汁、基本は一汁一菜お味噌汁とご飯みたいな生活がベースなんですけど、お味噌汁食べきっちゃってない日だけど作る時間がないとか元気がない日にこれに頼ってる。なんか栄養もしっかり取れそうで好きです。最近ハマってます。
味覚部分以上で、続いてが触覚でいきたいと思うんですけど、触覚はね、この無印で買った服ですね。ムジラボのこの服、年末にご紹介しているこのニットと、こちらもその後購入した色違いのニット、このエルボーパッチがついているニットなんですけど、これすごく好きというか、まずチャット GPT に私らしい服のコーディネート考えてって言って、それで買い物に行って自分の中のなんかちょっと制服的なものを探したいっていう企画で買ってみたものなんですけど、それからというものこればっかり着てるこっちかこっちかみたいな。外に行く時、家の中では着てないんだけどすごく好きなんですよ。まずあったかい、あったかくって、でなんかシンプル、このシンプルな感じかつ上質な感じが一目でわかる、この質感がなんか着ていて心地いいんですよね。なんかその過剰に自分を表現してない感じとか、でもなんだろう、普通すぎない、このエルボーパッチのデザインがまた私の中では結構好きで、ちょっとデザイン性があるけど主張しすぎない、この感じがねもうたまらなくって、めちゃくちゃお気に入りです。で最近断捨離もかなりして、なんかこう動画を機に自分らしいファッションっていうのがかなり定まったなと思ってて、すごく自分がね自然体でいられる気がするトータルコーデだったんですね。本当にすっきりして、そっからなんか着たいものとかが明確になって、なんか今までやっぱりこれはなんだろう、いいものだからいつか着るかなと思って残してあったものとか、なんかちょっとそう質感はいいと思いつつも、自分自身が着ると毎回なんかその服の方に目がいくなみたいなデザインのものだったりがあったんですけど、それをなんか手放す気持ちになれたぐらい、企画が私にとってすごくスタイルを確立するのに良かったんですよね。でもう本当に冬の外着この2着でいいぐらい、上はそれぐらいお気に入りになってます。でこのニットって手洗い NG になってる生地だったんですよ。ウール 100% で、そもそも手洗いできるもの前提で家まで探していったから、なんかここまで上質なというかウール感のあるものが選べてこなかったんですけど、なんかこういう素材感のあるもの、なんか洗いにくいけど天然素材の質感のいいものっていうのが自分自身に合うってことが分かって、だしなんかあったかさも全然違うっていうことと、別にいつも中にインナー入れてるんで、なんならアウターみたいな感覚で着れてるから、そんな洗う必要もないんだなと思って、ニットって。で洗濯が一番その衣類を傷める原因にもなるから、どうしても匂いがついたりとか汚れが気になった時にクリーニングに出すっていう感じでいいのかなと思ったりしましたね。絶対トップスは洗うみたいな感覚が私の中にあって、ボトムスは何回かは洗わなくてもいいかなと思ったりもするんだけど、なんかトップスって汚れやすいイメージあって、今まで絶対洗うって感じだったんだけど、その分その衣類が傷んですぐちょっとなんかくたっとしてきて、でなんかあんまり好きじゃなくなるみたいなことも多かったから、意外と洗わなくてもいけるのかもしれないなって思っています。あとちょっともし匂いがついちゃったりしたら、お風呂出た後のお風呂場でスチームに当ててなんかちょっと匂いを飛ばすみたいなのもいいのかなと思ったりしてる。すごくお気に入り。もうこんな感じのめちゃくちゃシンプルで、特に裾とかにこう
リブがあったりとかもしない、全体的にストンとした感じのこのシルエットがすごく美しいのと、なんかもうウールならではのというか質感とムラ感、このナチュラルな感じが本当に上質に見せる、着ている人をっていう気がします。続いてもう一つ触覚部門、こちらのムジラボのウールのコート、こんな感じの素材、そうこれも同じ動画でご紹介しているんですけど、本当にシンプルなデザインのウールのコートでカシミヤが入っているものです。このコートも本当に毎日外出ていくときは必ずと言っていいほど着ているコートで、何がいいかって、デザインもそうなんだけど、想像以上に暖かいこと、これにびっくりしました。コート、袖の部分が裏地がついていて、あとはもうダブルフェイスのみなんですよね。だからそう何か内側に仕込まれているわけでもないんだけど、めちゃくちゃあったかいの。これといつも着ているから組み合わせ的にもっていうのもあると思うんですけど、本当にあったかい。カシミヤが入ってるからなのかな。そして軽い、そう軽くてあったかいっていう最強のアウターでした。おしゃれだし、なんかやっぱりダウンみたいなものが私ダントツあったかいと思っていて、そして軽くて、それに勝るものってないんだろうなって思ってたんですけど、なんかその自然素材の暖かさってこんなにあったかいんだと思って、でその蒸れるような不快感もなくて、めちゃくちゃあったかい。とにかく初めてそんなカシミヤが入ったようなコート買ったから、カシミヤの凄さをすごく体感したようなコートです。でかなりやっぱり毛玉みたいな、毛玉っていうか、このウールのものもそうだしコートもそうなんだけど、その天然素材だからこその立ち上がり、毛羽の立ち上がりみたいなものを感じて、お手入れがめんどくさいかなともちょっと思ったんですよね。コートも一回着ると内側の部分とか、特に擦れる部分が結構摩擦で毛が立って毛玉寄りになってる。だけどなんかウールの素材の毛玉って簡単に取れるタイプの毛玉なんですよね。なんかアクリル系の毛玉って硬くて取りにくいみたいなイメージあるんですけど、そう簡単にスッとつまめば取れるぐらいの毛玉なんだけど、それでまた購入したのが無印のこのブラシ。これで気になったタイミングでこういうニットとかもブラッシングしてちょっとお手入れしてます。汚れを落とすという意味と毛並みを整えるという意味で、コートもこのニットもそうするとすごく綺麗にまた毛が整うので、なんかその整えてる時間も意外と楽しくて、なんか気持ちいいんですよね。そのふわふわのコートに触れながら毛並みを整える時間って、面倒くさいと思っていたことが意外と豊かな時間になっていて、なんか天然素材ってこういうことかみたいな。時間がない時にはすごく手間な時間にはなってしまうんだけど、余白がある時に毛並みを手入れする行為って結構豊かな時間なんですよ。楽しい。ちょっと整っていくのがね楽しい。お掃除してる感覚と近いのかな。だから思っている以上にその天然素材ならではのなんか優しいあったかさと、その少しかかる手間の心地よさみたいなのを感じて、すっごい買ってよかった。本当に冬の私の制服になったチャット GPT にスタイリングしてもらったおかげで、本当に私は心地よく暮らしていますっていう感じです。でそれでもう一個買ったもの、これもね本当に良かったから、毎回このニットの下に着るインナーとして着ているのがこの
ユニクロ C のヒートテックのカシミヤブレンドのやつ、ナチュラルのカラーなんだけども、これもなんか着心地がすごくいいです。ちょっとやっぱヒートテックだから暑い時にすっごい暑くなるっていうのは変わらずあるんですけど、触り心地がとにかく気持ちよくって、なんか無印のそのあったか綿のシリーズのインナーも持ってるんですけど、なんかね、肌に当たる感覚が圧倒的にこのカシミヤブレンドのこのインナーってすっごい気持ちいいし、あんまりこう体に張り付かずトロンとしてくれるので、なんかそこも中に何か着てますっていう感じが弱くて着やすい。好きすぎて後で1個追加購入して今2枚を回してるんですけど、もう必ずこのニットとセットで着てる。すごく心地よいです。これも定番になりました。インナーのトロントロンでね、あったかくて薄手でとっても気持ちがいいんですよね。お気に入りで、無印のもの以上で、あとは発売かな今年初めて買ったもので、バッグ。そうバッグ、そうそのチャット GPT にスタイリングしてもらった動画の中で一番なんか私にフィットする感じがもうちょっとあるといいなと思ったものがバッグだったんですよ。革の素材のバッグで、ブラウンとか黒ではない色味の革で体にフィットするような、馴染むような感じで、大きさはどんな大きさでもいいけど、大きすぎず小さすぎないものがいいみたいな感じで言われていて、そういうものをね探したいなってずっと思ってたんですけど、はい、とうとう買ってしまいました。すごくお気に入り。2個買っちゃってるんですけども結構お買い得なんですよね、こんなに革が使われているのにっていうことで。まず一つがこちら。もう最近もずっとこればっか使っているから、少しもう使用感が出てきている、このちょっと革ですって感じの色味のブラウンのバッグ。結構なんかちょうどいいサイズ感じゃないですか。何でも入りそうみたいな。私これジムというか今フィットネスに通ってる時もこれで行っちゃってる。お水とかも全然入るし、ここ前側にポケットがあって、ここはなんかあんまり入れることないですけど、スマホとか入れたりしても全然いい感じで、こっち側のこの部分ファスナーついてて入れられる。ここにスマホ入れたりとか、お財布とか入れたりとかしてもいいですよって感じで、ここがマグネットになってて、中は布でできています。でね、ちょっと見づらいんですけど、こっち側になんかスマホとその他みたいななんかポケットが2つあるのと、反対側にもファスナーのポケットが1個ついてますっていう感じの収納力で、これ何がいいかって、まずこう、ほら可愛くないですか？しかもなんかその体に沿う感じのデザインと、この上質な感じ。これしかもすっごい軽いんですよ。これまたなんか多分内側が布でできてるから、革1枚で作ってあるからすごい軽い。私が持っているバッグの中でもかなり軽い方。なんならキャンバス地のトートとかよりも軽いと思います。それぐらいすっごい軽くて、で驚きなのが、今トートバッグみたいにしてたと思うんですけど、こっち側にこう紐が、この持ち手がこう通っていまして、こう両側を引っ張るとリュックになるのこれすごい仕組み。やっぱり
その両手が開くって最高じゃないですか。だけどリュックってちょっとカジュアルすぎるなみたいな、ちょっと私の制服にはしづらいなみたいな時に、この革のリュックだったらすごい良くないっていう。かわいい。今なんかこの服よりさらにね、コートを着た時の感じがすごく良くて、最近の私の定番スタイルのこのコートに、例えばこんな感じで、この黒のウールのコートにこのブラウン、かわいいこのリュック、これがねすごく可愛くないですか？いやめちゃくちゃお気に入り。とか、まあちょっとトート風で持ちたいなってなったら、こっち側を引っ張ってこっちもこっちで可愛いし、しかもなんかリュックみたいになるトートには見えないデザインがすごくいい。トートにしちゃったらもうトートにしか見えない。可愛い。で、もう一つのバッグもご紹介しますね。同じところのバッグなんですけど、ちょっとこの服着たままで先にお見せすると、これはこれでこのブラウンのちょっと赤みがかった色がすっごく可愛くって、でこれはちょっと小さめでこの感じ。そう、このちょっとなんかクラシカルな男性のお仕事バッグの小さい版みたいな、この形がなんかすごく可愛くって、これもこのコートにすごく合うデザインなんですよね。で、まあこういう風に、これもショルダーとして肩からかけることもできるし、これに関しては今度斜め掛けもできるという。もっと長めにしてもいいかも、斜め掛けの場合は。これどれにしてもなんかちゃんと落ち着く感じがする。全部革でできてるからすごい素敵でしょ素敵だなって思っちゃってるんですけども、シンプルだし、このコートに合う感じ分かりますか？熱っ。はい、ということでちょっとコート脱いできて、こっちのバッグのご紹介もすると、こんな感じのまあいい革のツヤ感が出ていて、でファスナー結構しっかりめの大きめのファスナーがあって、ここになんか携帯とか入れる、スマホとか入れるイメージで、このメインの方もダブルファスナーになっていて、先ほどのバッグと同じような感じで、片方はファスナーのポケットがついている、片方は2つそのまま入れれるポケットがついているみたいな内側で、こっち側になんかちょっと金属のポイントがある、このゴールドのかわいい、この革の質感とってもお気に入りなんですよ。どっちもなんかどっちかにしようと思って夫とずっとどっちがいいかなって見たりしてて、どうしても決められなくて、その用途が違うっていう話になったんですよね。こっちはそのちょっとお仕事でも行けるぐらい、しっかり物が入りそうで、あとリュックにもなるっていうところで、こっちはもう少しその荷物の量が少ない時に、もう少しミニマルな雰囲気で持ちたい時っていう感じで、色味も違って、この色味の違いもどっちも捨てがたかったんですよ。こっちのちょっと赤みがかってるのも可愛いけど、この定番のキャメルみたいな色も可愛いしみたいな、すごく革のいい香りがする。こちらがキソラっていうブランドですね。なんか私はサックスバーみたいな、なんかよくイオンモールとかなんかそういうモール系に入っているなんかバッグ屋さんあるじゃないですか。いろんなバッグが売ってる、メンズとウィメンズそれぞれ、革のものからナイロンのものからみたいなバッグ専門のなんかそういうお店があると思うんですけど、そのサックスバーの中でいろいろ見てた時にあったブランドなんですよね、このキソラっていうのが。
最近なんかそのブランドものみたいなものより、これもブランドなんだけど、そんなにそのブランドを主張してないようなこのちょっとミニマルな感じのものが結構気になってて、特にこういう革のものとかってなんかそういうところのものに惹かれちゃうんですよね。で買って帰ってきてからキソラを調べたところ、メイドインジャパンのレザーアイテムを揃えているブランドみたい。生きている動物たちの肌はそれぞれ特徴が違います。私たち人間の肌の色が一人一人違うように、転んでついた傷が残っているように、虫に刺された跡が残っているように、人間と同じように動物の皮には生きていた証が色濃く残っています。だからといって綺麗な箇所だけを使用したのでは、たくさんの皮を捨ててしまうことになります。キソラは多少の傷やシミがある箇所も積極的に使用し、大切な命を無駄にしないように熟練された職人が愛情を込めて製品作りを行っております。一つのバッグを作るためにはたくさんの皮が必要となりますが、製品に使用されている皮は食肉加工過程で生まれた副産物、動物の素材を余すことなく利用した世界最古のリサイクルと言われていますし、土に還るエコ素材として大事に取り扱っています。っていうことで、そういう思いで革製品作ってるみたい。今その本当の革がいいのか、エコレザーがいいのかっていう、それぞれいろんな意見があると思うんですけども、私的には結構本当の革の製品ってすごく好きで、それが過剰になってしまって、なんか人間の欲の赴くままに、動物をただそのために飼っては皮を作るみたいなことはちょっと違うなと思いつつも、例えばお肉とかも食べさせてもらってるわけで、そういうお肉の使われなかった皮の部分が革製品に生まれ変わるとか、なんかその余すことなく使うみたいな、その自然の流れもすごく美しいことだなとも思うので、その動物を使わない代わりに人工のものを作った時、それって自然界に戻らない、結局最終的に地球にとってゴミになるみたいな可能性もあって、いろんな今革があると思うんですけど、エコレザーでもなんかそのエコレザーだったらいいとか、動物の皮だったらいいとか、エコレザーが悪いとか、なんかそういう単純な問題ではないところもありつつ、すごくだから気持ちよく使える革だなと思って、そこもすごく好きになりました。ホームページのアバウトのところ見ていても、なんか本当に真摯にものづくりしてるなが伝わって、なんかそれが一番大事だなと思ったりする。どれぐらいそれのことを考えて作ったかみたいなってことで、そこも込みでね、すごく好きになった、ブランド込みでとってもお気に入り。はい、新年早々ちょっと長い動画になってしまうんですけども、今回聴覚部門はちょっとなしにしたいと思うので、続いて視覚部門に行きます。はい、カレンダー今年のカレンダーを実はかなり何ヶ月も前から買っていました。昨年は無印のシンプルなカレンダー使っていたんですけど、今年はマムアンちゃんのカレンダーにしました。知ってますか皆さん、マムアンちゃん。好きなんです最近、マムアンちゃんが絵と言葉みたいなのが書いてあるカレンダーなんですけど、まずこの絵のタッチとか絵の雰囲気がすごく好きっていうのと、それで惹かれてカレンダーとかも買ったんですけど、こう下にこう言葉とセットになっていたりして、この言葉が結構本質的な、美しい考え方だなみたいな言葉が載っていて、その気づきとかいろいろあって深い、それがすごく好きです。1月のこの絵は、自然の美しさを感じている君が美しいっていう
言葉が書いてあるんですけど、すごくほっこり温まる、なんかじわーんとするんですよね、このマムアンちゃんの雰囲気と言葉。これ毎年買いたいなって思っちゃった。これは確か東京に行った機会に森美術館にあるミュージアムショップに少しマムアンちゃんのグッズが売ってる場所があって、そこで買ってきたんですよ。カレンダーが発売されるってことを知って、インスタかなんかででなんか蔦屋書店とかにも取り扱われたりしたかなと思うんですけど、すごく好きで昨日一昨日ぐらいにマムアンちゃんの本も買っちゃいました。かわいい。これは Amazon で買ったんですけど、ほぐほぐマムアンちゃん、かわいいマムアンちゃん、マンゴーの形の頭してます。この描いている方がタイ出身のアーティストの方、タム君っていう方が描いているマンゴーのような頭が特徴の周りを幸せにするピュアな女の子のキャラクターがマムアンちゃんっていう、今調べたら出てきました。タイ語でマンゴーを意味するマムアンなんだ。そっかそっか、マンゴーちゃんってことなんだ。マムアンちゃんの本いくつかあったんですけど、なんか漫画みたいな形式のものが多い中で、これはなんかこう言葉が書いてある、結構しっかり長めにタムくんからのアドバイスみたいな、生き方のアドバイスみたいなことが書いてあったりして、すごく感じることが多いし、なんか柔らかい気持ちになる本で、寝る前とかに開いたりしてすごくほっこりしたりしてますすごくお気に入り、マムアンちゃんのこの絵のタッチも好き、色味も好き、なんていうか、この優しさ、柔らかさが好みです。はい、とっても好きです。視覚部門でした。で最後、嗅覚部門なんですけど、最近ずっとハマっているお香をご紹介します。はい、こちらの多聞という渋いお香ですこれはですね、銀閣寺で販売されているお香です。銀閣寺って結構ショップが広めでいろいろ売ってるんですけど、その中でもお香がめちゃくちゃたくさんあったんですよ。松栄堂から出されていたり、高斎堂もあったかな。でこれともう一個、なんかその銀閣寺限定みたいな、何種類もいろんな会社から出されてる感じで、これはね、どこの会社だったかな、四徳、四徳っていうのかな、会社でちょっと聞いたことがなかったんですけども、こういう箱のお香にありがちなすっごいたくさん入ってるタイプで、そんなに高くもなく、この多くを聞くっていう多聞、このなんか名前に惹かれたのと、香りとして、京都に馴染みの深い日記と和装小物の匂い袋に使われる天然香料を配合した雅な琴の香りっていう風に書いてあって、ちょっと気になって買ったんですけど、これがこうやって実際に香ると、本当に和の、確かにその和装小物の匂い袋に使われるような香りだなっていう香りがする。ちょっと懐かしい。プラス日記、シナモンみたいな、シナモンの香りする。シナモンといえばなんか八つ橋みたいな感じもするし、京都の。だけどこのまま嗅ぐよりさらにお香、火をつけて炊くともっと甘みのある柔らかい香りが出てきて、
想像以上に癒されるんですよ。でそこまで強い香りでもないし、なんかそのお香特有のちょっと焦げたような匂いもしづらくて、柔らかい香りが柔らかい和の香りは和の香りなんだけど、そんなに癖が強くなくて、なんかすごい心地いいんですよね。毎日使うお香として。最近だから松栄堂の堀川の出番が減ってるぐらいこのお香がなんか好きなんですよ。甘いこの冬とかの時期にもすごい程よいちょっと甘さのある香りで、だけど鼻にツンとくる何かこう人工的な香料を感じにくい、柔らかい、なんか心地いいんですよね。だからちょっとまた銀閣寺行ったら買ってきたいなと思ってる。これなくなるタイミングで銀閣寺行こうかな。なくなる前に行きたいけど普通に。てか銀閣寺のお香をいろいろ買ってみて試してみようかなと思ったりしてます。これ以外にも銀閣寺のお香あと2つ買ってきたんですけど、これが一番好きだったです意外にも。ということで暗くなってきましたが、新年1本目の動画は五感をテーマにした動画にしてみました。いや結構この副館の生まれたての馬、このコンセプトすごく好きだった。しかも京都だし、とってもなんか運命を感じる副館で、良いスタートが切れそうです。楽しみ。2026年も変わらず変化し続けながらやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。